感じに飛ばせています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は螺旋グレネードランチャーを作ってみようと思います。螺旋状に破片をばらまいて広範囲の敵を攻撃したいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは破片を拡散する玉を作るために一本の細長い火薬に細いセラミックスの刃をくっつけます。なるだけ長くしたいので一本だけつけて爆発させてセラミックスの刃がギリギリ壊れないなるだけ長い火薬にできるように何度も実験しながら調整していきます。70センチの長さだと壊れて飛ばなくなるので65センチの長さにしました。これならギリギリ壊れませんね。こちらになるだけたくさんのセラミックスの刃を螺旋状に貼り付けていきましょう。螺旋状にするのはなるだけまんべんなく周囲にばらまくためですね。とりあえず付け終わったので試しに点火してみると、おっとセラミックスの刃が干渉して壊れてしまっています。間が詰めすぎたみたいなので隙間を少しずつ開けながら調整していきましょう。結構間を空けましたが、それでも干渉してしまうので、そこは諦めましょう。その代わり、裏側にもセラミックスの刃をつけて、二重螺旋構造にすることで、ばらまける破片の数を2倍にしました。こちらに点火すると、結構広い範囲に当たっているみたいです。これで弾は完成ですね。こちらが発射後に爆発するように、透過性になる松もくりのかけらをつけて発射してみると、おっと発射後の火薬で松もくりが壊れることで勢いが止まってしまいました。こうならないように松もくりの形を調整しましょう。いいタイミングで爆発するように数も調整しながら何度も繰り返すことでちょうどいい感じに飛んでいって爆発するようになりました。ここから反応を抑えるためにゴムの板で火薬の周りを囲みます。こうするとゴムの部分を持って発射するときほぼ反応なしで発射できます。これで弾の部分はできたので連発して撃てるように弾同士が干渉しない感覚でこんな感じに4つ並べました。それぞれにレーザーで点火していくと誘爆せずに全て発射することができたのでここから手に持って簡単に撃てるように固定したレーザーと手から離さないようにするためのベアリング、狙いやすくするためのレーザー照準器、発射用のトリガーとバッテリーも組み合わせてさらに銀のレーザー反射によって4つの弾に点火できるようにしていきます。ここの銀の刃の角度は結構難しいですが何度も繰り返し調整していくことでなんとかレーザーをいい感じに反射して全てに点火できるようにしました。早速こちらを手に持って撃ってみるとちゃんと螺旋グレネードを発射してちょうどいいタイミングで爆発してくれています。これで螺旋グレネードランチャーは完成ですね。今度はカメラに向かって撃ってみるといい感じに飛ばせています。飛んだ破片が後ろの木に当たっているのも面白いところですね。次は直接木を狙ってみましょう。一発目を当てた後、二発目を発射すると、おっと破片が武器の方に当たって壊れてしまいました。こういう弱点もあるんですね。それでもちゃんと発射できた時はそれなりに高威力で範囲攻撃できる弾を4連発できますし炎上させる効果もあるのでなかなか強い武器になったんじゃないでしょうか。そして古代のロボットを狙っても弾が大きくて当たりやすく運が良ければ一撃で倒すこともできるのでそれなりに有効な武器だと思います。さらに古代のコアを狙う時もレーザー照準器で狙いをつけたところに素直に飛んでくれるので途中で2つ目を使いはしましたがしっかり当てて最終形態まで破壊することができました。単体の相手にも普通に使える武器ですね。それではいつものように巨大な木から狙っていきましょう。破片のダメージはゼロですが狙った木の葉っぱにはどんどん多重ダメージが入っ
破壊して炎上させることができました。最後に飛んだ破片でのダメージもちゃんと入ってくれています。ドローン工場の壁を狙うと、こちらも多重ダメージが入って、ちゃんと破壊することができています。結構ダメージにはばらつきがあるみたいです。風力発電機の方を狙うと、こちらもしっかりダメージを与えて、破壊することができました。でも、うまく破片が当たったのか、倒れていないのが面白いです。風力発電機が壊されたことに気づいていない感じですね。それでは今度は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、螺旋グレネードランチャーで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよー。くらえー。爆発後の破片がいい仕事をしてくれて、一発でかなりの数の雑魚キャラを粉砕することができています。単体の敵相手でも強いんですが、こういう大量の敵相手にもしっかり効果的なのがいいところです。ちなみに私の視点だとこんな感じです。普通に構えてトリガーを引くだけでレーザーで点火して発射できます。腕にレーザーが当たってますが、そこには当たり判定がないので問題ありません。それでは最後はイエロースライムに効くようにそれぞれの玉に銀の刃を取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。よく狙って発射ー。しっかりダメージを与えて、やったー。巨大スライムを倒しました。高威力のおかげで意外とあっさり破壊完了です。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた螺旋グレネードランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは